こうして仮面ライダー本郷猛と悪の組織ショッカーとの果てしない戦いの旅が始まった。ショッカーは巨大な組織力を背景に次々と改造人間を送り込み、猛を亡き者にせんと襲い来る。再生雲男、コウモリ男、コブラ男。猛は東兵衛や誤解の解けたルリ子の協力でそんな彼らを打ち倒していった。だが猛の仮面の下の隠された悲しみを、涙を知る者はいない。ただ一人己だけなのだろうか。素晴らしい研究所でございます。スタッフも機材もおそらくは世界一。現在考えられる限りの最高最先端のものを揃えました。それもそのはずです。この研究所には本郷家のご先祖が代々築かれ蓄えられてきた全財産をつぎ込みましたね。莫大な財産を。わしはこの立花藤兵衛は武坊ちゃまのお父上から財産の管理を仰せつかりました。坊ちゃまが25歳におなりになったら渡すようにと。しかし坊ちゃまがあのショッカーめにさらわれ改造され、人間でない人間サイボーグにされたと聞いた時、今がその財産を使う時だと考えたのです。坊ちゃまの体を元に戻すための研究所を作る時じゃと。じゃが坊ちゃまはそれを断られた。それより先にしなければならぬことがあると申された。財産はショッカーと戦うために使いたい。そのための研究所を作ってほしい。そうおっしゃった。そうだ、その通りだ。誰かがショッカーの野望にストップをかけねばならないんだ。誰かが人間を奴隷にし世界を独占支配しようと企むショッカーと戦わねばならないんだ。そしてその誰かは今のところ僕以外にはいない。それがこの研究所です。およ、緑川博士のお嬢さんですな。ねえ、素敵でしょ。なんて素敵な緑。雨がすっかり埃を流して。素晴らしいわ。東京にもまだこんな自然が残ってるんだもの。そうだ、大自然は美しい。ショッカーはその自然を破壊しようとしているのだ。人間を人工的に感情のない反ロボットの奴隷に変え、それを機械でコンピューターの力でコントロールしようとしているのだ。その結果は、人間はただショッカーのために働くだけの人形になり、自然は工場や都市にとって変わられ、地球は冷たく乾いた砂漠になる。あら、ごめんなさい。私一人ではしゃいじゃって。散歩に誘ったりしてご迷惑だったんじゃなくって？いや、たけしさん、正直に答えてほしいんだけど、私が嫌いになったのじゃ。なぜそんな。だって最近私が訪ねてきてもいつも憂鬱そうで他の顔なさってるんですもの。いや、それはこの頃少し仕事が忙しかったもんだから。それじゃあなぜ？ダメだ。今はダメです。もう少し待ってください。たけしさん、やっぱりあなたは。違うんだ、瑠璃子さん。今の僕は人間であって人間ではない体なんだ。仮面の男でいなければいけない体なんだ。
坊ちゃま、どうなさいました？何をなさるおつもりで？テストだ。研究所で作った新しいサイクロン、新しい仮面ライダーの機能をテストするんだ。しかし外はまだ雨が。坊ちゃま！13は死の数。貴様は13人目の仮面ライダー。すなわちそれが貴様の運命。何？死ねえ。13人目の仮面ライダー本郷猛。裏切り者のワームめ。貴様こそ獅子心中の虫、我がショッカーの唯一の目の上の炭鉱。生かしておくわけにはいかん。貴様は確かに我々の技術陣が作り上げた最高の作品だった。そのために貴重な多くのサイボーグ戦士たちをダメにされた。しかし今度はそうはいかんぞ。なぜならば今度の貴様の相手は12人の貴様自身だからだ。その通り、我々は貴様を葬り去るために貴様と同じ能力を持つ12人の超人を作ったのだ。まずい。一人全員を相手にしては勝ち目はない。なんとかバラバラにして一人ずつ倒していく方法を考えなくては。しまった。奴らはこれを予測して標識を立て替えておきやがった。助かったぞ。くそー、奴らいない。一人残らず姿を消してしまった。一文字隼人です。毎朝新聞の社会部記者をやってます。実は緑川博士の行方不明事件について調査をしているんです。で瑠璃子さんを訪ねてお話を伺ったわけですが、そこであなたのことが出てきまして。なるほど。僕は緑川先生の生物学研究室の研究生でしたか。いやいや、そうじゃなくて、本郷さん、何かあなたもその怪しい連中にさらわれかけたとか。この男はどこまで知ってるんだ。ショッカーのことを感づいているんだろうか。まさか知ってるはずはない。としたらショッカーの恐ろしい計画を話してやるべきだろうか。ええ、そう。僕はこれは国際的な事件だと思ってるんです。まさかこの男。失礼だが今日はこれくらいにしてもらえませんか。僕は仕事が忙しい。思い出したらまた連絡しますから。え？そうですか。じゃあ。もしかしたらあいつは。坊ちゃま。毎朝には一文字なんて野郎はおりませんぞ。やっぱりそうか。だとしたらどうだと言うんです、本郷さん。一文字隼人、君は。お察しの通りさ、本郷さん。俺はショッカーのコンバットマンだ。やっぱりそうかと思ってるようだが。
あんたが俺の正体を見破るだろうことは計算済みなんだぜ。そして後をつけてくること、そうさせることが貴様をおびき出すことがこの俺の目的だったのだ。まんまと引っかかったな、本郷猛。裏切り者め、観念するんだな。もう逃げられはしない。貴様のようなやつにはこんな惨めな死に様がよくお似合いだぜ。一文字君、聞いてくれ。ほう、命乞いか。みっともないぞ、本郷。違う、そうじゃない。一文字君、君はショッカーに操られていることに何の疑いも抱かないのか。正しいことだと心から信じてるのか。疑い？ショッカーの何を疑うというのだ。ショッカーは醜い争いに明け暮れている世界中の人々に心の平和を与え、仲良く新世界の建設に協力させようとしているんだ。嘘だ。ショッカーのやろうとしていることは心の平和ではない。心の自由を奪うことだ。それがわからねえのか。人々の新世界ではなく、ショッカーの支配する世界を作ることなんだ。気の毒だな。それが貴様たちの心の病気なんだよ。どんなことでも疑わずにはいられない。ダメだ、この男は完全にショッカーを信じきっている。頭脳改造手術を受けてしまっている。こうなったら何とかしてこの場を切り抜けなければ。やろう。しまった。こっちからも。とう。僕の今の利点は普通の姿だから、奴らの探知機に感応しないことだけだ。だがこのままではいずれ早くライダーに変身せねば。サイクロンを呼ばなければ。だがサイクロンのリモコン電話を発信すれば奴らに探知されてしまう。どうしたらいい？一文字さんが。死んどるのですかな。いえ、怪我をしているだけよ。まだ生きています。家の中に運んで手当てをしてあげなければ。待った。手当てをしてやるにしても縛るか何かしてからに。こやつは敵でございますでの。そんな。この人は大怪我をしているのよ。さ、急いで。どうも心配じゃて。よし、ここまで。サイクロンの出口に近づけば、たとえ連中が電波に気づいてやってきても、その頃にはこっちもライダーになって。しまった。あいつの注意をこっちに引きつけておくには撃ち続けさせておくしかない。よし、今だ。
方から次から次へと現れやがる。この林の中ではスピードが出せない。妊娠ができない。しまった。取り囲まれた。うわー！やったぞ。とうとう仮面ライダーを、本郷猛をやっつけたぞ。殺したぞ。では念のためみんなでもう一発ずつぶち込んで引き上げるとするか。誰だ。あいつはここに本郷は死んでいるのに。本郷。たけしさん。坊ちゃま。急いで地下の研究室まで。ダメだ。手遅れだ。どうせ彼は、見てみろ。ズタズタだ。完全に死んでいる。これから俺が本郷猛になる。彼の意志を継いで俺が大自然の使者仮面ライダーになる。この一文字ハイドがショッカーを倒す。頭を撃たれた時俺は目覚めた。頭脳を支配する呪いから解放された。本郷、お前の仕事は必ず引き継ぐぞ。安心して安らかに眠ってくれ。その言葉通り本当に心を継いでもらえますか。本郷猛の心。わかるか本郷。俺が今どこを走っているか。もちろんさ一文字。お前の目は俺の目だ。お前の耳は俺の耳だ。お前の感じることは全て俺も感じるんだ。俺の魂が、俺の頭脳、地下研究所のガラスの器の中だ。サイクロンの排気音もその匂いも、そして体にぶち当たる風の力も、俺は全てを感じているんだ。さあ走れ。もっとスピードを上げるんだ。隼人。よし行くぞ猛。これから俺たちはもう一人ぼっちじゃない。いつも二人だ。二人でショッカーと戦おう。